中卒で50代平社員だった私が、まさかあんなことになるなんて。私は佐藤博、精密機械の製造メーカーへ就職した50代の平社員です。勉強が嫌いだったので高校へは行きませんでした。中卒で働き出してからもう40年のベテランです。なぜか社長は私に対してとても厳しく当たります。今でもちょっとしたミスをするとまるで新人社員を叱りつけるように厳しい言葉を浴びせるんです。それでも私は40年間社長の厳しさに耐えてコツコツと真面目に働いてきました。そんな私に突然異動命令が出ました。これまでも何度か別の部署への異動命令は出ましたが、今回のは特別ひどい仕打ちだったんです。いきなり明日から下町の工場へ出向しろというんです。一応グループ会社の一つですが、ネジなどを製造する孫受けみたいな小さな工場です。40年間働いてきた私の移動先にふさわしいとは思えません。あまりにも乱暴な社長命令です。今回ばかりは我慢できず、社長に強く抗議しました。40年間コツコツと実績を積み上げてきたのに、なんで小さな町工場へ移動なんですか？町工場で製造するネジの一つ一つが我が社を支えているんだ。わからんのか？社長、なんでいつも私ばっかり。移動命令には黙って従えばいいんだよ、佐藤君。わかりました。社長命令は絶対です。仕方なく私は受け入れることにしました。受け入れないならクビになるので、そうせざるを得ません。長年一緒に働いてきた同僚たちに別れを言う暇もなく、私は一人で下町の工場へ移動したのです。小さな町工場ですが、私にとっては初めての作業ばかりです。配属されたのは大量に流れてくるネジの中から不良品を選り分ける現場でした。50代になって視力が衰えた私にはかなりきつい作業です。他の従業員は慣れているのでテキパキと作業していますが、私はネジの一つ一つを手に取ってチェックするので、なかなかはかどりません。一日のノルマが決まっているので、私が呪いと他の従業員に迷惑がかかります。始業時刻になっても帰ることができず、みんなで私がやり残したネジの襟分け作業をしなければなりません。申し訳ない、手際が悪くて。私が謝ると、初めてだからしょうがないわよ、気にしないで、などと私より年上のおばちゃん従業員が励ましてくれます。きっと50代の私が本社から小さな町工場へ左遷されてかわいそうだと思っていたのでしょう。何日か経つと私も作業のコツが分かってきて、みんなに迷惑をかけることもなくなりました。やれやれと思ったのもつかの間、私より年下の従業員、鶴ヶ隼人が私を見下すようになったのです。鶴ヶ隼人は中途採用で入社した従業員で、40年の実績がある私より経験が浅いのに、バカにした態度で私を見下すのです。その理由は、私が中卒だからなんです。鶴ヶは一流大学を卒業しているので、自分をエリートだと思っているのでしょう。中卒の私をゴミのように見下すのです。でも、大卒エリートのくせに中途採用で小さな町工場に就職すること自体がおかしいと私は思いました。きっと前の会社で大きな失敗をして、どこにも転職できなくてここへ来たのに違いありません。おばちゃんたちもこそこそと噂をしてますが、鶴ヶが怖いので黙っています。下手に鶴ヶを怒らせるとどんな目に遭うかわからないので、誰も関わりたくないんです。鶴ヶの部署は管理部門なので、しっかりチェックしろよ。不良品が混じってたじゃないか。どこ見て作業してんだよ、じじい。などと言いたい放題です。私が移動してきてからは、たった一個でもネジの不良品があると全部私のせいにして怒鳴り散らかすんです。ひどい時は不良品でもないのに、ネジが汚れてるぞ、こういうのも見落とすな、と私にわざわざ因縁をつけてくるんです。中卒はこんな単純な作業もできねえのか。そう言われた時は、さすがの私もカッとなりました。思わずネジを掴んで投げようとしましたが、おばちゃんが必死に止めてくれたんです。私を見下す鶴ヶの横暴に我慢できたのは、おばちゃんたちのおかげです。私より年下のおばちゃんやおじちゃんが気のいい人たちで優しく仕事を教えてくれます。そのおかげで私も職場に馴染むことができました。もともと私は手仕事が好きですし、真面目にコツコツやるタイプなので、おばちゃんやおじちゃんたちに信頼されるようになりました。するとネジの選別作業もはかどり、残業せずとも一日のノルマを達成できるようになったのです。
冗談を言い合いながら笑い声の絶えない明るい職場になっていきました。異動命令を受けた当初は、なんで私が小さな工場へ配点なんだよ、と不満たらたらでした。でも、気のいいおばちゃんやおじちゃんたちと一緒に働いているうち、職場の雰囲気に溶け込み、楽しく仕事ができるようになっていったんです。問題は、敦賀がしつこく私を見下してくることでした。職場に迷惑をかけたくなかったので我慢していましたが、やはり年長の人間として年下の彼の振る舞いを注意した方がいいのではないかと思い始めました。でも見下している私から注意されたら彼も傷つくだろうと思うとなかなか踏み切れません。そのうち自分で自分のひどい仕打ちに気づいてくれるだろうと思ったんです。それが間違いでした。ある日のこと、敦賀は私に言ったんです。おいおっさん、手抜き作業するんじゃねえよ。これだから中卒はダメなんだ。さっさと帰れ。私も我慢の限界でした。ぷっつんした私は、わかりました。帰らせてもらいます。殴りつけたい衝動を必死に抑え、私はその場で荷物をまとめて工場から出て行ってしまったのです。親切だったおばちゃんやおじちゃんたちと会えなくなるのは辛いけど、敦賀と顔を合わせないで済むと思うとほっとしました。40年間働き詰めだったので、しばらくは失業保険をもらいながらのんびりしようと思いました。私を追い出して、敦賀は満足だったようです。トロイおっさんがいなくなってせいせいするわ。急に機嫌が良くなって、ネジの不良品が見つかっても文句を言わなくなりました。工場も以前のようなトゲトゲしさはなくなり、和気あいあいといった雰囲気になったのです。ところが、私がいなくなったことで、とんでもない事態が起こり始めました。敦賀が取引先に商品を納めに行くと、いきなり契約打ち切りを言い渡されたのです。その取引先は、私が営業マンだった頃に契約を取り付けた会社だったのです。佐藤さんが辞めたそうだね。だったらもう契約は解消だ。と、その会社の担当部長が敦賀に言いました。その部長さんは私のことを気に入って契約をしてくれたので、私が辞めたと知ってショックを受けたようです。その会社だけじゃありません。他にも契約打ち切りを言い出す会社が続出しました。あの会社も、この会社も、行く先々で敦賀は契約解消を突きつけられたのです。これは、一体どういうことなんだよ。敦賀は訳がわからず慌てました。実は取引先の多くは私が開拓したお得意様だったのです。営業マンの私を気に入って契約してくれた会社ばかりだったんです。その私が退職したことを知って契約を解消すると言い出したわけです。敦賀は焦りました。このままでは工場が立ち行かなくなります。しかも私が辞めたのは敦賀のせいなのですから。作業現場のおばちゃんやおじちゃんたちだけでなく、工場の上司も敦賀を吊るし上げました。お前が中卒だのなんだの見下すから佐藤さんは辞めたんだぞ。何もかもお前のせいだ。責任を取れ。敦賀はその時初めて気づいたのです。私が会社にとってどれだけ重要な人材であったのかを。そして、ついに電話で私に泣きついてきたんです。お願いです、佐藤さん。もう一度工場へ戻ってきてくれませんか？いや、私も長年働いてきたので、しばらくのんびりしようと思ってね。そんなこと言わずに私を助けると思って、お願いです。中卒の私が大卒のあなたを助ける？冗談でしょう。最後には泣きながら自分がしたことを反省して謝りました。私にも意地ってものがありますから、おいそれと工場へ戻るわけにはいきません。すでに社長宛てに辞表を送ったので、もう手遅れですよ。なんですって。敦賀の絶望的な声を聞きながら私は電話を切りました。すると、敦賀は私の家までやってきて土下座して謝りました。申し訳ありませんでした。中卒だからと蔑んだ私を許してください。敦賀は私に謝罪しながら自分のことを告白したのです。前の会社を辞めたのは上司からパワハラを受けたのが原因だったのです。せっかく一流大学を卒業したのに中途退職する羽目になり、再就職先が町工場だったのでストレスが溜まっていたそうです。そんな時に中卒の私が移動してきたので、ストレスを発散させるために見下したというのです。泣きながら告白する敦賀を私はかわいそうな男だと思いました。私がいなくなって下町の工場は経営難に陥りました。本社のお偉いさんが契約を解消した取引先を一つ一つ訪ねて再契約をお願いして回りましたが、うちの会社は佐藤さんを信頼して契約したんです。再契約したいのなら佐藤さんをよこしてください。
佐藤さんのような方を退職させるなんて、そんな会社とは契約しません。といった答えが返ってくるばかりで、再契約どころではありませんでした。工場のおばちゃんからその話を聞いた私は、さすがにのんびりなどしてはいられません。私が辞めたせいで工場が潰れたら、おばちゃんやおじちゃんたちも失業してしまいます。まずいことになったなと思い悩んでいるところへ、社長秘書から電話があったんです。ぜひ話したいことがあるので、一度顔を出すようにと社長がおっしゃってますが。社長が？このまま辞めるにしてもお世話になった社長には挨拶をする必要があります。私は次の日の午前10時に社長室を訪ねることにしました。そして翌日、私はひどく緊張しました。頭ごなしに怒鳴られるのを覚悟して社長室を訪ねました。すると、社長はいつものようにデスクに向かって書き物をしていました。私が今回の騒動について謝罪すると、社長は黙って一枚の用紙を私に突きつけます。なんだろうと思ってよく見ると、それは辞令でした。本日付で佐藤博を工場長に任命する。我が目を疑いました。この私が工場長に、社長ご冗談を。冗談で辞令を出すバカがどこにいる？社長の怒鳴り声に思わず首をすくめました。すると社長は笑顔になって、私の目に狂いはなかった。佐藤君、君は大した男だ。どういうことですか？実を言うと、社長は中卒で入社した私の働きぶりをずっと見てくれていたんです。40年間、コツコツと地道に努力してきた私を見て、この男は将来会社を背負って立つ男に違いない。そう思ってわざと私に厳しく接してきたのでした。厳しくしつけることで私を鍛えていたんです。それを知って私は胸がいっぱいになりました。ある時は厳しい社長を恨んだこともあります。反発したこともありました。そんな自分が恥ずかしいと思いました。私は辞令を胸に社長に言いました。工場長として精一杯やらせていただきます。私が新しい工場長に抜擢されたことを知って、おばちゃんやおじちゃんたちは喜んでくれました。私を中卒と見下していた敦賀はとっくにクビになっていました。工場長として私が最初にやったのは、自ら取引先を回ることでした。工場長として復帰したことを伝えると、契約解消したすべての会社が新たな再契約をしてくれたのです。こうして再び町工場は活気を取り戻しました。私は自分の経験から学歴や性別や年齢で人を見下してはいけないという就業規則を決めたのです。40年間の下積みで身についた働き方やアイデアを現場に応用して、みんなが働きやすい環境を整えました。それによって生産性がアップし、新たな取引先も増えたのです。その後、会社はグループ統合して新たな経営体制になりました。社長は私に新社長の座を譲ると引退しました。私を将来の社長の器だと見抜いて厳しく接してくれたことはいくら感謝してもしきれません。そして私を信頼して契約してくれた取引先や工場で優しく接してくれたおばちゃんやおじちゃんたちにも心からお礼を言いました。こうして新社長となった中卒の佐藤博はさらなる飛躍を誓って仕事に取り組んでいきました。僕は山根明宏。小さい時から内気で極度の人見知りだった。いわゆる陰キャだ。そのせいで幼稚園に通うようになっても友達は全然できなかった。気の強い子たちにおもちゃを取られ、一番人気のない鉄棒のあたりで一人寂しく遊んでいた。幼稚園の先生からは、成長するに従ってだんだん人と話せるようになりますから大丈夫ですよ。と言われていたけど、結局小学校に上がっても友達はできなかった。それどころかクラスのガキ大将のようなやつに目をつけられてしまい、いじめのターゲットにされた。休み時間になると、そいつは仲間と共に僕のところへやってきて、おい来いよと強制的に遊びに誘った。その後は地獄の時間だった。ドッジボールと称して僕にばかりボールをぶつけてきたり、プロレスごっこと言って無理やり関節技をかけてきた。鬼ごっこをした時なんて、休み時間の最初から最後まで僕が鬼だった。運動神経が良ければやり返すことができたんだろうけど、残念なことにクラスの中でもダントツで足の遅い運動音痴だった。いっそ誘いを断ってしまいたかったけど、断ると相手は、俺らと遊びたくねえのかよと怒り出す。クラスの権力者たちだったから、
変に怒りを買ってしまうと、それ以降の学校生活がもっと悲惨なものになってしまうことは明らかだった。僕はしぶしぶそいつらの言いなりになるしかなかった。ここまでいじめられた原因の一つに、勉強ができないということもあった。小学校1年生の簡単なテストでさえ100点を取った記憶はない。それどころか20点とか30点とかはザラで、50点あれば万々歳というありさまだった。授業中は先生に当てられないか、いつもビクビクしていた。それでも当てられてしまうと、いじめっ子たちに茶化されながら、自分でも間違っていると思う答えを言った。もちろん不正解で、こんな簡単なこともわからないのか、と先生にも呆れられ、ひどく惨めな気分だった。中学に上がってからは、もっと残酷だった。テストの結果と一緒に順位が出される。僕はそれで何回かクラス最下位を取ってしまった。誰にも言わず隠しておきたかったけど、成績表をいじめっ子たちに取り上げられてしまい、クラス中に最下位という事実が垂れ流された。クラスメートたちからは馬鹿にされ、お前がいる限り俺らが最下位になることはないな、なんて言われる始末だった。両親は当然そんな僕のことを心配した。中学からは僕を塾に入れて成績を上げようと躍起になっていた。僕だって両親の期待に応えたいと思っていたし、自分なりに頑張った。毎日机に向かって塾や学校のテキストを解いた。だけどそれに反して成績は大して上がらなかった。そのうち両親からは努力不足じゃないかと怒られるようになった。もともと両親は僕の性格的な部分によく口を出していた。人付き合いの上手い人たちだったから、口下手な僕の気持ちがわからなかったんだろう。もっと明るく話しなさい。だから友達ができないのよ。社交性がないと社会に出てから困るぞ。と口うるさく言ってきた。両親は僕に社交的な子になってほしかったみたいだ。秋広という名前だって、明るく元気な人間になるようにという意味を込めてつけたそうだ。僕にはそれがプレッシャーで、息苦しい思いをしていた。それに加えて、勉強のことまで言われるようになって、家の中でも居づらさを感じることが増えた。だけど、そんな僕にも一人だけ味方がいた。おじいちゃんだ。おじいちゃんは両親と違って、僕の性格を否定することはなかったし、勉強のことをとやかく言うこともなかった。それどころか、秋広は人を思いやれる優しい子だね。この前も公園で転んで泣いていた女の子を助けてあげたじゃないか。と僕を肯定してくれた。両親に対し、秋広には秋広の良さがあるんだ。もっと真剣に向き合ってあげなさい。と言ってくれたこともあった。僕は辛いことがあるとおじいちゃんの部屋に行って話を聞いてもらっていた。途中で泣いてしまうこともあった。でもおじいちゃんは一つも嫌そうな顔をせず、最後まで話を聞いてくれた。そして、秋広は毎日頑張っていてすごいなぁ。そう優しく言って、温かい手で頭を撫でてくれた。おじいちゃんのおかげで辛い毎日でも何とかやっていけたんだ。そんな僕とおじいちゃんには一つ共通の趣味があった。それは鉄道だ。おじいちゃんは鉄道が好きで、よく電車の写真を撮りに出かけていた。僕は幼稚園に上がる前からそれについていった。一緒に電車を見ているうちに、いつの間にか僕も鉄道が好きになっていた。文房具も電車が書かれたデザインのもので統一していたし、駅のホームに列車が入ってくる瞬間は興奮した。暗記科目はからっきしダメなのに、鉄道の時刻表や路線図はすぐに覚えられた。次の駅の名前は何か、この電車はいつ作られたのかなど、鉄道に関することだけは自信を持って答えられたのだ。両親は、そんなことを覚えて何になるのか、と渋い顔をしていたけど、おじいちゃんは逆だった。好きなことを見つけて、それにのめり込むのは素晴らしいことだ。そう言って褒めてくれた。休日になると、二人で電車が綺麗に見えるスポットに出かけ、写真を撮るのが日課になっていた。家に帰ったら、おじいちゃんの部屋に行って、撮った写真を見ながら、おじいちゃんと電車について語り合った。あの電車はデザインがいいよね。秋広もそう思うか。分かってくれる人がいて嬉しいよ。その時間は僕にとってかけがえのない楽しい時間だった。将来は鉄道関係の仕事に就けたらいいなと思っていたけど、僕の学力ではそれも難しかった。かろうじて高校に進学はできたけど、
偏差値が県内最下位の高校だった。退学したり、ぐれたりする生徒も多かった。そんな学校から大学に進学するのは言うまでもなく厳しかった。僕の学力は相変わらずで、偏差値底辺の大学なら引っかかるかもしれないという状況だったけど、両親はそんな大学にお金は出せない、それなら就職しなさいと言ってきた。僕も大学でやりたいことなんてなかったから就活をすることにしたけど、底辺校の生徒を採用してくれる会社なんてそうそうない。僕自身、鉄道以外に好きなこともなければしたいこともなかったから、いまいちモチベーションも上がらなかった。進路はどうしようとだらだら悩んでいる期間が続くことになった。自分の人生はどうなってしまうんだろうと漠然とした不安に毎日襲われていた。それに重なるように最悪な出来事が起きた。おじいちゃんが亡くなってしまったのだ。おじいちゃんは僕が高校生になったあたりから体が弱って病気がちになっていた。そんな時に肺炎を患ってしまい、治ることなく亡くなってしまった。最後にお見舞いに行った時は割と普通にしていたから、訃報を聞いた時は驚いたし、何よりとても悲しかった。一緒に鉄道を取りに行くことも、鉄道について話すこともできないのかと思うと、涙が止まらなかった。それに、辛いことがあった時、誰に相談すればいいのだろう。何でも優しく受け止めてくれたおじいちゃんは、もういないのだ。唯一の味方を失ってしまい、僕はどん底に突き落とされた。ところがある日、僕に人生最大の転機が訪れた。担任の先生に呼び出されて職員室に行くと、なんと知り合いが勤務する鉄道会社が社員を募集しているというのだ。お前、鉄道が好きだったろう。きっと向いているぞ。先生にはふとしたきっかけで鉄道が好きだと話したことがあった。それを覚えていてくれたんだ。こんな大チャンスはもう二度と巡ってこないだろう。僕は二つ返事で入社試験を受けると伝えた。でも内定をもらうためには面接試験を突破しないといけなかった。それに向けて放課後に先生と猛練習する日々が始まった。試験までそんなに日数もなかったから1日2時間の特訓だった。僕は人と接することが苦手だから面接も得意じゃなかったけど頑張った。理由はおじいちゃんが最後に言った言葉だった。病院で僕が進路のことを話したとき、おじいちゃんは、秋広は人柄がいいから、それを分かってくれる会社がきっとあるよ。と励ました後、秋広が立派に働いているところが見たいなぁ、と言っていた。思い返せば僕はおじいちゃんに頼ってばかりで何一つ恩返しをできていなかった。直に孝行することはもう叶わないけど、見事就職を決めて天国にいるおじいちゃんを安心させたいと思った。しかも鉄道会社となればおじいちゃんは何よりも喜ぶだろう。僕は自宅でも練習を重ねた。自分の喋っているところを録画して、悪い点があればそこを修正し、また録画をしては見返す。地味な練習だったけど、憧れの業界に就職できると思ったら、がぜんやる気も出てきた。自分の将来に対してようやく前向きになった僕に、両親も協力的だった。忙しい合間を縫って練習に付き合ってくれた。二人とも入社試験をクリアしている社会人だけあって、いろいろとアドバイスをくれた。僕は緊張すると声が上ずってしまう癖があったけど、それも練習を積み重ねるうちに治っていった。最後の練習で先生も、これなら通用するだろう、とゴーサインを出してくれた。そして迎えた面接当日。僕は余裕を持って家を出た。道に迷わないよう会社の場所もチェック済みだった。あとは行って面接を受けるだけだった。駅から近い会社だったので電車で行くことにしていた。緊張しながらも大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせながら駅までたどり着き、電車も時間通りやってきた。大好きな電車に向かってパワーをくださいとお願いした。すると左隣にいた女性が突然しゃがみ込んだ。大きなお腹を押さえている。妊婦さんのようだ。大丈夫ですか？声をかけたけど、妊婦さんの顔は真っ青で苦しそうに歯を食いしばっている。救急車を呼んだ方がいいと判断した僕は、
すぐに119番に電話した。救急車が来る間、僕は妊婦さんの背中をさすった。すぐに救急車が来ますから。そう励ました。やってきた救急隊員の人は、妊婦さんを担架に乗せると、僕にも一緒に来てくださいと言ってきた。面接のことが頭をよぎったけど、妊婦さんが気になる、放っておけないと思って救急車に乗り込んだ。僕は病院に着くまで苦しそうにする女性の手を握って、もうすぐ病院です。きっと大丈夫です。と言い続けた。そのくらいしかできなかったけど、女性は時折うなずくことで反応してくれた。病院に搬送された女性はすぐに必要な処置を受けられた。母子ともに無事だった。その報告を聞いてほっと胸をなで下ろしていると、お医者さんが、奥さんに会って行かれますかと聞いてきた。僕を夫と勘違いしているようだ。僕はたまたま居合わせただけの人間で、夫ではありません。え、そうなんですか？とても親身に寄り添っていたから、旦那さんだろうと思って救急車にも乗ってもらったと救急隊員から聞いていたんですが、よく見ると制服を着ているので学生さんですね。これは失礼しました。いえいえ、あの女性と赤ちゃんが助かったのなら何よりです。その時、僕は面接のことを思い出した。腕時計を見ると面接の時間が過ぎていた。僕は急いで会社に向かった。ぜいぜいと息を弾ませながら受付で名前を言うと、一人の男性が出てきた。面接官の一人だと名乗った彼は、かなり険しい表情をしていた。遅れてくるとはどういうことだ？とっくに今日の面接は終わっているぞ。遅刻する奴は何があっても不合格だ。僕は焦った。このチャンスを逃すわけにはいかない。申し訳ありません。事情を話せば面接をしてもらえるかもしれないと思い、しどろもどろになりながらも僕は経緯を説明した。だけど面接官の男性はますます渋い顔になっただけだった。そんなことが都合よく起きるわけないだろう。遅れてきた挙句にくだらない言い訳までするとは。もういい！帰りなさい！その迫力に気をされてしまい、僕はそれ以上何も言えなかった。とぼとぼと帰ることしかできなかった。家に帰って両親に事の顛末を話すと、半ば呆れた顔をされた。あなたまで救急車に乗る必要はなかったじゃない。母さんはそう言ったけど、その後父さんがぽそりとつぶやいた。でも、これが秋広のいいところなのかもしれないな。相手を思いやれるのが長所だと、じいちゃんもよく言っていたからな。自分の部屋に戻っておじいちゃんの写真を見ると、秋広は正しいことをしたんだよ、と言ってくれた気がした。ただ、学校の先生に面接のことを話さなければならないことを考えると、憂鬱な気持ちになった。せっかく仕事を紹介してくれた上に、面接の練習をあんなにしてくれたのだ。ダメだったとは言いにくい。面接は金曜日だったので、先生に会うのは月曜日になる。重い気分を引きずりながら週末を過ごした。とうとう月曜日がやってきてしまい、僕は学校に行った。いつまでもぐずぐずしていてもしょうがないと思い、意を決して職員室に行くと、先生が慌てて出てきた。山根か、ちょうどお前が面接に行った鉄道会社から電話が来た。すぐに会社に向かうんだ。詳しいことは向こうで話してくださるそうだ。わけがわからなかったけど、僕は急いで会社に向かった。会社に着くと、立派なスーツを着た男性が直々に出迎えてくれた。聞けば、社長の田所さんだという。一体どうして社長さんが？面接に遅刻したことを怒られるのかとヒヤヒヤしたけど、社長さんの口からは思いもよらない言葉が飛び出した。実は、金曜日に君が助けた女性は、私の娘の咲だったんだ。助けてくれて、本当にありがとう。社長さんは深々と頭を下げた。僕は慌てた。そんな、顔を上げてください。僕は大したことはしていませんから。いやいや、そんなことはない。君の様子はさっきから聞いたよ。病院に着くまでずっと励ましてくれたそうだね。そのおかげで、娘は辛いながらもどこか安心できたと言って、とても感謝しているんだ。
しかも大事な面接を犠牲にしてまで付き添ってくれた。これはなかなかできることじゃない。社長さんは満面の笑みを浮かべた。ありがとうございます。僕は照れくさかったけど、お礼を言った。その時気になったことがあったので質問した。僕は名前を言わなかったのに、どうして助けたのが僕だと分かったのでしょうか。ああ、それは君の着ていた制服だよ。それで学校が判明して、もしやと思って君の履歴書を娘に見せたらビンゴだったというわけだ。それで今日学校に電話をかけたんだ。そうだったのですね。僕は納得がいったけど、社長さんは申し訳なさそうな顔になった。お礼を言うこと以外にもう一つ伝えたいことがあったんだ。うちの娘を助けたことで亡くなってしまった面接試験のことだ。せっかく君がサキを助けてくれたというのに、うちの社員が嘘だと決めつけて追い返してしまったそうだね。恩をあだで返すようなことをしてしまって申し訳なかった。社長さんはまた頭を下げる。いえ、大丈夫です。娘さんが助かっただけで十分です。すると社長さんは真剣な表情になってある提案をしてくれた。君は困っている人に手を差し伸べられる素晴らしい人柄の持ち主だ。そういった人間に我が社で働いてほしい。そこで面接試験を改めて受けてみないか？準備もしてあるんだ。とても嬉しい話だった。僕は即座に返事をした。本当ですか？ぜひ受けさせていただきます。こうして僕は面接を受けることができた。急に決まった面接だったけど、練習したことをしっかり思い出して臨んだおかげで、その成果を発揮できた。僕の鉄道の知識には面接官の人たちも驚いていたし、鉄道への情熱もしっかり伝えることができた。それに加え、自分の強みもしっかりとアピールできた。僕の長所は困っている人を助けられることです。と言ったら、まさにその通りだね。と認めてもらえた。結果は無事に合格。ようやく人生が開けた気がしてとても嬉しかったし、両親も喜んでいた。それと同時に、今まで悪いところばかり見ていて悪かったと謝られた。両親ともようやく和解できそうだった。もちろんおじいちゃんの仏壇にも報告した。おじいちゃん、ついに鉄道会社で働けることになったよ。ようやくおじいちゃん孝行ができた気がして、心が温かくなった。僕はふと、秋広は人柄がいいから、それを分かってくれる会社がきっとあるよ、という言葉を思い出した。まさにその通りになったよ、おじいちゃん。おじいちゃんもきっと天国で喜んでくれているだろう。これからも人助けは積極的にやっていこうと思った。学校を卒業したら立派な社会人になってみせるよ。僕はおじいちゃんにそう誓った。高校卒業後、僕は内定をもらった鉄道会社で働き始めた。鉄道という好きなことに携われるおかげで毎日が充実していた。配属された部署の人たちもみんな優しかったおかげで徐々に打ち解けていった。働くうちに少しずつ人見知りな性格も改善されていって、普通に人と話せるようになった。実際働くようになってから表情が明るくなったねと言われることも増えた。自分でも笑っていることが多くなったと感じている。社長さんは入社後も僕のことを気にかけてくれて、僕と両親を自宅に招待してくれることもあった。そのおかげで僕と社長さんは家族ぐるみでの付き合いになった。その過程で社長さんのもう一人の娘さんであるゆいさんと仲良くなった。助けた女性の妹さんだ。穏やかな人柄に次第に惹かれて、ある時僕は勇気を総動員して告白した。答えを聞くのが不安だったけど、私も秋広さんの優しいところが好きよ、と OK をしてくれた。それからデートを重ね、やがて結婚を意識するようになった。社長さんに結婚報告をすると、秋広くんなら安心してうちの娘をやれる。そう太鼓判を押され、ついにゴールイン。来年の春には子供も生まれる予定だ。冴えない学生生活とは打って変わって、就職してからは幸せな毎日だった。こんな日々を過ごせるのも、
僕を信じて支えてくれたおじいちゃんのおかげだと思う。おじいちゃんがいなかったら、僕はとっくに道を踏み外していたかもしれない。無償の愛を注いでくれたことには本当に感謝している。これからも天国のおじいちゃんに胸を張れる人生を送りたいと思う。何でもコツコツと積み重ねることが大事なんだ。これは小さい時から両親に口酸っぱく言われ続けてきた言葉だ。俺は就職して以来、この言葉を大事にしながら働いてきた。そんな俺の人生がまさかあんなことになるなんて。俺は村田幸彦。父はサラリーマン、母はパート勤めというごく普通の家庭で育った。両親は二人とも真面目な人だった。特に勉強に関しては熱心で、宿題だけでなく授業の予習、復習を毎日やるよう義務付けられた。コツコツ積み重ねていけば、いつか大きな成果となって帰ってくる。逆に言うと、努力を怠ると、それ相応の苦労が待っているんだ。そう言って、俺がサボることは許さなかった。俺は勉強が好きではなかった。当時は友達と遊ぶ方がはるかに楽しくて、勉強は二の次にしたかった。反抗期には両親と喧嘩をすることもあったけど、勉強しないと将来困るというのは心のどこかでは分かっていた。だから高校3年生の時にはそれなりに勉強して大学に進学することができた。だけど大学で何かやりたいことがあったわけでもなく、周囲が進学するからそれに流されたという形だった。大学ではいろいろな講義があったけど、興味が惹かれるものはなく、漠然と大学に通っている状態が続いていた。そんな俺に大きな転機があった。それはバイトを始めたことだ。大学の近くにある飲食店で接客の仕事をすることになったのだ。最初は完全にお金目当てだったけど、これが予想以上に楽しかった。終始立ちっぱなしだから最初は大変だったけど、ごちそうさまでしたとお客さんが笑顔で帰っていくのを見ると、こちらも嬉しい気持ちになって充実感を味わえた。バイトといえど店員の一人ということで礼儀作法も教わった。何の役に立つのかわからない大学の講義よりよっぽど価値のあることを学べると感じた。先輩たちも優しくてすぐに打ち解けることができた。同い年のバイトのことも仲良くなって、休日は一緒に遊ぶ仲になった。それにお金も稼げるから自分の欲しいものも自由に買えた。いろいろなことを学べる上に給料ももらえるなんて、まさに一石二鳥だった。俺はバイトにのめり込み、だんだんと大学の単位を落とすようになったけど、大学よりもバイトの方が楽しかったから、シフトを減らすこともなく勤務を続けていた。ただ、こんな状況を両親が放っておくはずがない。実家を出て一人暮らしをしていたけど、大学の成績表は実家にも届くシステムだった。父に至っては心配して電話をかけてきた。幸彦、単位を落としているようだが、どうかしたのか？俺は正直に自分の状況を話した。父はそれを聞いて、呆れたようにため息をついた。バイトもほどほどにしなさい。大学もきちんと卒業するんだ。コツコツ努力することを忘れてはいけないぞ。とりあえず、はいと返事をして電話を切ったけど、心の中にもやっとしたものがあった。正直なところ、大学を卒業したいという気持ちはあまりなかった。大学を出なくても働き口はいくらでもある。何より勉強よりも働くことの方が楽しかった。ある日、いつも通りバイト先へ行くと、店長がとある話を持ちかけてくれた。うちの会社でバイトから正社員になりたい人を募集しているんだ。村田くんは熱心に働いてくれているからふさわしいと思う。ただ大学を辞めないといけないから無理にとは言えないんだが。考えさせてください。俺はそう返事をしたものの、心はほとんど決まっていた。このチャンスをきっかけに大学を中退して働こうと思った。そうなると両親を説得しなくてはならない。俺は実家に帰ると両親にこのことを話した。当然猛反対された。
せっかく入った大学じゃないか。もったいないぞ。そうよ。高卒と大卒じゃ給料も違うのよ。俺はそんな意見には耳を貸さず、働きたいという意思を曲げなかった。これは俺の人生なんだ。好きにさせてくれよ。大体、どうしてそんなに大学にこだわるんだよ。自分たちだって高卒で就職したんだろ。両親はうつむいた。何か言いたげな顔だった。少し間があってから母さんがぽつりぽつりと話し始めた。実はね、私たちは中学時代にグレていたの。え？初めて聞く話に俺は驚いた。二人は中学生の時に付き合い始めて、そのまま結婚したとは聞いてたけど、まさかそんな過去があったなんて。今の姿からは全く想像ができない。今でこそこうやって普通に暮らしているけど、中学時代は二人とも悪さばかりして警察のお世話になったこともあった。親から更生してくれと泣かれてまっとうに生きることにしたんだけど、ずっと真面目にやってきた人たちとの差を見せつけられたの。そうだ、彼らはコツコツと勉強してきた分、就職や進学の選択肢も広かった。一方、何も努力をしなかった俺たちは大学に進学できる学力もなく、条件の良くない職場に就職するしかなかった。もっと早いうちから努力をすればよかったとずっと後悔しているんだ。幸彦にはそんな思いをしてほしくないと思って厳しくしてきたのよ。きちんと大学まで卒業していい会社に入ってほしかった。努力を怠るとそれ相応の苦労が待っているというのは父さんと母さんの体験談から来ていたのだ。どうしてあんなに俺に口うるさく言ってきたのか理解できた。俺のことを思っての言葉だというのも分かった。ただ大学を辞めて働きたいという気持ちは変わらなかった。学問は性に合わない。でも一つ決めたことがあった。父さん、母さん、俺は就職したら誰にも負けないくらい頑張って働くよ。どんな仕事でも手を抜かずにコツコツやるって約束する。両親はまだ心配そうな顔をしていたけど、俺の覚悟を感じ取ってくれたんだと思う。そこまで言うならと OK を出してくれた。こうして俺は大学を辞め、正社員として採用されることが決まった。入社後は両親に誓った通り毎日バリバリ働いた。うちの会社は海外進出を狙っていて、その準備に関する仕事が多かった。どのように海外展開するのかをプレゼンする社内コンペがあったり、海外で売り出し新商品を考えたりと毎日忙しかった。その分とてもやりがいがあったのも事実で、充実した日々を送ることができた。いつかは海外勤務をしたいという夢もできた。ただ海外勤務に選ばれるのは一部の優秀な社員だけだ。他の人には負けないぞと気合を入れて仕事に取り組み、業務成績は常にトップを維持した。こんなに優秀な人材を採用できてよかったよ。上司の若松主任からの評価も上々だった。両親もようやく安心したようで、俺を応援してくれるようになった。いいことは続いた。同じ会社の美代子という女性と付き合うことになり、結婚することになったのだ。休み時間に話していると、同じ海外ドラマが好きということが分かり、すっかり意気投合した。それをきっかけに交際がスタートした。結婚してからは毎日が幸せだった。休みの日にはそのドラマを二人で見て感想を言い合った。とても楽しい時間を過ごした。美代子は結婚した後も俺と同じ会社に勤務していたから、平日の朝は二人揃って出社した。彼女は料理も上手で、毎日手作り弁当を作ってくれた。きっと大変だっただろうに、嫌な顔一つすることはなかった。それを昼休みに食べるのが俺の新たな楽しみになった。そのお弁当、とても美味しそうだね。なんて同僚たちからも羨ましがられた。そのうち職場でもおしどり夫婦として有名になった。俺はある日残業を終えて家路についていた。美代子も残業ということで夕飯はコンビニで適当に買って食べることになっていた。コンビニに向かって歩いていると、あるレストランが目に入った。あれ、
あそこにいるのは美代子じゃないか？一瞬見間違いかと思ったけど、窓際の席に座っているのは確かに美代子だった。しかも美代子と同じ部署の男性社員と一緒だ。残業しているんじゃなかったのか？気になってしばらく様子を観察していると、二人は席を立って隣にあるホテルに入っていった。まさか美代子は不倫しているのか？いても立ってもいられず、スマホを取り出すと美代子の番号に電話をかけた。繋がらないかと思ったけど、相手はすぐに出た。もしもし、どうしたの？美代子、今どこにいるんだ？どこって会社よ。今日は残業しているって言ったじゃない。嘘だ。俺はついさっき見た光景を話した。同僚の男性とレストランで食事をしてホテルに入っていくところを見たぞ。もちろん偶然だけどな。今そのホテルの前にいる。ちょっと待ってよ。どういうことよ。美代子は慌てた声で言った。それはこっちのセリフだ。どういう状況なのか説明してくれないか？わかったわ。今そっちに行くから待っていて。美代子は諦めた様子で電話を切った。5分くらいすると美代子と同僚の男がホテルから出てきた。二人ともかなり気まずそうな顔をしている。何をやっていたんだ？二人はしばしの間無言だったけど、やがて美代子は吹っ切れたように顔を上げた。何って。不倫よ不倫。見ての通りよ。覚悟はしていたけど、いざ言われるととてもショックだった。心のどこかで何かの間違いであってほしいと願っていたけど、そんな希望はあっさりと打ち砕かれた。あなたは仕事ばっかりで全然構ってくれないじゃない。毎日仕事と家事に追われて疲れちゃったの。そんな時、彼は私の相談に乗ってくれた。どっちと一緒にいたいかなんて明らかでしょ。ああ、おしどり夫婦を演じるのも大変だったわ。美代子は謝る素振りもなく、シャーシャーと言った。もし美代子が反省しているのなら、もう一度やり直そうと考えていたけど、それは不可能だと悟った。彼女の愛情はとっくになくなっていたのだ。こうして俺たちの離婚はあっさり決まった。次の日の朝は最悪な気分だった。他に誰もいないがらんとした家で寂しく朝食を食べ、一人で出社した。おはようございます。いつも通りオフィスに行くと見慣れない顔があった。そういえば出向で新しい上司が来るって言われていたな。いかにも仕事ができそうなショートカットの女性だった。挨拶しておこうと思って俺はその人のデスクに向かった。はじめまして、村田幸彦と申します。今日からよろしくお願いします。笑顔を意識してできる限り愛想よく話しかけたけど、相手の反応はそっけないものだった。ちらりと俺の方を見て、よろしく。それだけ言うと手元の書類にまた視線を戻してしまった。とっつきにくい人だな。嫌な気分になったけど、表には出さないように気をつけて自分のデスクに戻った。みんなが出勤してくると若松主任から改めて紹介があった。彼女は西条カレンさんだ。いよいよ本格的に始まる海外展開のプロジェクトリーダーだ。西条さんを中心に一致団結して仕事をしてくれ。西条さんの肩書きは部長だった。まだ30代だというのに出世に出世を重ねたのだろう。はじめまして、西条と申します。ぜひ皆さんのお力添えをお願いします。西条さんは先ほどとは打って変わって物腰柔らかに笑顔で挨拶をした。さっきは忙しかったからあんな態度になっただけなのかな。きっと優秀な人だからできるだけ多くのことを学ぼう。俺は気持ちを切り替えるとすぐに業務に取り掛かった。ところが西条さんは俺に対してとても厳しい人だった。俺がわからないことを質問すると、どうしていちいち私に聞くの？もっと考えてよ。そう冷たく突き放された。資料にミスがあればみんなの前で厳しく叱責された。出す前にちゃんと確認しなさい。こんな簡単なこともできないなんて社会人失格よ。ここまで言う必要があるのか。そう思ったけど俺に非があるのは事実だ。申し訳ありませんでした。
と頭を下げて言われた箇所を修正した。ただ、1週間も過ごしているとおかしな点に気づいた。西条さんは俺にだけ異様にきつく当たっているのだ。ある時、他の社員が作った資料に間違いがあった。使用するデータがそもそも違っていて、最初から作り直さなければならないほどの大きなミスだった。西条さんはそれに怒ることはなかった。失敗は誰にでもあるものよ。次から気をつけてね。などと笑顔で励ましていた。こんなことがずっと続くものだから、さすがに同僚たちも気づいていた。お前、西条さんに何かしたのか？昼休みに隣の席の同期がこそっと聞いてきたけど、俺には心当たりが全くなかった。コンビニで買ったパンを頬張りながら、俺は一人で頭を悩ませるしかなかった。西条さんが来てからというもの、俺の生活はストレスでいっぱいだった。離婚でできた傷も癒えていないのに、職場でも罵詈雑言の嵐なのだ。夜もあまり眠れなくなり、だんだんと元気もなくなってしまった。西条さんが赴任してから2週間、俺はまた些細なミスで西条さんに怒られていた。これだから低学歴は使えないのよ。まったく。なんで高卒が花形プロジェクトに関わっているのかしら。俺はうなだれながらもピンとくるものがあった。西条さんが俺にきつく当たるのは学歴が原因じゃないか。俺以外の社員はみんな大卒だ。名門大学出身者も多い。俺は思い切って西条さんに聞いてみた。どうして僕にばかり厳しいんでしょうか？ひょっとして僕が高卒だからですか？そうよ。高卒なんて使えないやつばっかりなんだから、多少厳しくされても文句は言えないでしょ。あんたは業務成績がいいみたいだけど、それだって大卒の人たちが手伝ったおかげに決まってるわ。西条さんはためらうことなく言った。俺は心が折れそうだった。これまでの努力をあっさりと否定されたのだ。しかも学歴が原因で。確かに周りの社員はいつも僕を助けてくれました。だけど僕自身も努力を積み重ねてきたつもりです。学歴だけで判断してほしくはありません。俺がせめてもの反論をすると、西条さんは俺をきっと冷たく睨んだ。高卒が生意気なこと言ってんじゃないわよ。そうだ。底辺の人間は掃除でもしていなさい。西条さんはデスクに置いてあったマグカップを手に取ると、中身を俺に向かってぶちまけた。うわっ！俺のスーツはコーヒーでびしょびしょになってしまった。他の同僚たちも気の毒そうな顔を向けてきたけど、かばってはくれなかった。面倒ごとには巻き込まれたくないんだろう。その日、俺は家でやけ酒を煽っていた。妻に不倫され、上司にはパワハラをされ、もう散々な人生だ。今まで地道に積み上げた実績もへったくれもない。あの上司がいる限り、頑張ったってどうせ無駄だ。いっそ会社を辞めてやる。辞めた後は、しばらくのんびりしてから職を探せばいい。勢いのまま辞表を書いて、翌日社長に提出することにした。朝がやってきて、俺は出社した。行き先は自分の部署ではなく社長室だ。辞表を手に、俺は扉をノックした。失礼します。海外戦略部の村田です。中に入ると、社長が僕を出迎えてくれた。若松主任もいる。ちょうどよかった。実は君に伝えたいことがあったんだ。どうしても直接、おめでとうと言いたくてね。社長はなぜか満面の笑みを浮かべている。おめでとうってどういうことだ？褒められることをした覚えはないぞ。一体何でしょうか？この前言った海外展開の社内コンペなんだが、君が最優秀賞だよ。それで、お祝いの言葉をかけたかったんだ。え？僕がですか？若松主任は嬉しそうに、俺の肩に手を置いた。そうだ。君は毎晩遅くまで、コンペの資料を作っていたね。努力が実ってよかったじゃないか。突然訪れた幸せに、俺は呆然としていたけど、じわじわと喜びがこみ上げてきた。はい、ありがとうございます。喜ぶ俺に
社長はさらに嬉しい提案をしてくれた。急な話なんだが、来月から海外で勤務をしてもらえないだろうか。君は海外進出プランの発案者だからね。ぜひ現地に行ってサポートしてもらいたい。俺の中で会社を辞めたいという気持ちは消え去っていた。唐突ではあるけど、夢が叶ったのだ。辞める理由もなかった。わかりました。海外に行かせていただきます。いい返事が聞けてよかったよ。ところで、君が手に持っているものは何だい？社長に言われて、ハッとした。俺の手には辞表が握られたままだった。あ、これはですね。俺はこれまでの事情を説明した。西条さんの話になると、社長も主任も険しい表情になった。西条くんの話は本当かね？彼女は入社以来、とても優秀な社員だ。裏でそんなことをしているとは。社長は少し疑わしそうにしていたけど、若松主任がすかさずフォローをしてくれた。村田くんは嘘をつくような人ではありません。それに、村田くんに嫌がらせをする様子を複数の社員が見ていたそうです。私のところへ報告してくれた社員もいます。本日社長にも相談する予定でした。そうだったのか。確かに若松くんから、君は普段からどんな仕事も一つ一つ丁寧にこなす立派な社員だと聞いている。君の話を信じよう。西条くんの件は本人にも話を聞いて処分を考えるよ。私に任せてくれ。わかりました。俺は人生が急速に開けていくのを感じた。暗く鬱屈した気持ちがいっぺんに吹き飛んでいく気がした。海外に移住するまでの日々は慌ただしかった。まず妻とは離婚が正式に成立した。慰謝料はしっかりともらえることになった。そのせいで妻と浮気相手の男は貯金もなくなってしまい、日々の生活にも困っているそうだ。西条さんは俺へのパワハラが原因でクビになった。西条さんの元同僚たちにも聞き取り調査をしたところ、同じような被害に遭った人たちが出てきたことも大きな要因だった。相手をいびることで蹴落とし、自分の地位を上げていたようだ。そんなひどい人間が無事に成敗されて、俺も一安心だ。もろもろの問題が片付いて、俺は社長に言われた通り海外に転勤することになった。給料も上がり、家賃の補助など福利厚生も充実しているおかげで、かなり余裕のある暮らしができている。他の社員さんもいい人ばかりで、プロジェクトは順調だ。そうそう、両親も俺の海外転勤を心から喜んでくれた。父さんと母さんに言われた通り、真面目に生きてよかったよ、と言ったら、二人とも少し涙ぐんでいた。大学を辞めて心配をかけたけど、これで少しは親孝行ができたかなと思う。妻に不倫されて、上司にもパワハラをされた時はどうなることかと思ったけど、最終的にはいい形に落ち着いて、本当に良かった。これからもきっと困難が待ち受けているんだろうけど、頑張っていればいいことだってある。両親の言葉を胸に、コツコツと真面目に生きていこうと思う。触らないでくれる？生理的に無理だから。これは、俺が妻に言われた言葉だ。髪の毛にゴミがついていたから取ってあげようとしたら、ものすごい剣幕で拒絶されたんだ。最愛の妻から、まさかこんなことを言われるなんて。一体、どうしてこんなことになってしまったんだろう。俺は、吉村隆弘。ごく平凡なサラリーマンをしている。妻であるさつきとの出会いは、大学の時。同じサークルに所属していたことがきっかけで知り合った。当時の彼女はサークルのリーダーをしていて、とても活発で明るい女性だった。俺はサークルのサブリーダーをやっていた。サークルをまとめる者同士ということもあって、俺たちは一緒にいることも多かった。いつも笑顔で頼りになる彼女に惹かれていき、大学4年生のクリスマスに勇気を出して告白した。さつきは美人でモテるから心配だったけど、結果は OK。高弘くんの優しくて気遣いのできるところが好き。そう言って俺と付き合ってくれることになった。大学卒業後は違う会社に就職することになったけど、俺たちの関係は続いた。休日には遊園地や水族館に行ってデートをした。それだけでなく、さつきには仕事の相談にも乗ってもらっていた。当時の俺はなかなか職場に馴染めなくて悩んでいたんだけど、さつきはそんな俺にアドバイスをして
励ましてくれた。最初は誰だってそんなものよ。ありがとう。俺も頑張ってみるよ。さつきの言葉を支えに、俺は慣れない仕事に奮闘した。彼女のおかげで社会人をやっていけたと言っても過言ではない。社会人2年目にはお互いに結婚を意識するようになった。そして夜景の綺麗な展望台で俺はプロポーズをした。俺が必ずさつきを幸せにするよ。わかりました。こちらこそよろしくお願いします。こうして俺たちは結ばれて幸せな結婚生活が始まった。さつきはとても気が利く女性で料理もうまかった。毎日作ってくれるお弁当もバリエーションが豊かで俺の好物を一つは入れてくれた。栄養が偏らないように気をつけて作ったからね。さつきはそう言って手の込んだお弁当を持たせてくれた。休み時間にそれを食べるのが楽しみだった。結婚記念日にはさつきが作ってくれたケーキを食べた。私たちずっと一緒にいようね。もちろんだ。俺はさつきのことが好きだ。これからも幸せでいられるよう頑張るよ。なんて愛情たっぷりの言葉を囁き合った。幸せな時間だった。ところがそんなさつきが豹変する出来事が起きた。さつきの母であるまさみさんと同居することになったのだ。まさみさんは旦那さんを亡くした後一人暮らしをしていたんだけど、事故に遭って足腰が弱ってしまい、それが厳しくなった。それで俺たちとの同居生活が始まったのだ。迷惑かけてごめんね。さつきは謝ってきたけど俺は気にしていなかった。困った時はお互い様だ。まさみさんは家族なんだから遠慮することはないよ。でもいざ一緒に住んでみるととても大変だった。まさみさんは細かいことにもうるさい人で、何かにつけて俺に文句を言ってきた。ちょっと窓のサッシが汚れてるよ。早く掃除をしなさい。服の趣味が悪いね。どこでそんな服を見つけてくるんだい？毎日こんな調子で責め立てられ、徐々に疲れ始めた。さつきが多少はフォローしてくれるんじゃないかと期待したのに、全く俺をかばってはくれなかった。それどころか、あら、本当に汚いじゃない。さっさとやりなさいよ。あなたってファッションセンスがないんだから、そんなダサい服、すぐに捨てちゃいなさいよ。と一緒になって俺を罵った。今まで妻がこんな態度を取ることはなかった。俺はとても混乱した。さつき、どうしてあんなひどいことばっかり言うんだ。俺の気持ちも考えてくれよ。お母さんの見ていないところでさつきに訳を聞いたけど、帰ってきたのは横暴な返事だけだった。何言ってんのよ。ダメなところをダメって言って何が悪いのよ。あんたがもっとちゃんとしていたらそんなこと言われなくて済むのよ。だけどさ。もううるさいわね。私に不満を言ってる暇があるなら自分磨きでもするか、家事を手伝いなさいよ。ああ、すまない。さつきの勢いに押されてしまい、結局俺が折れてしまった。俺は仕方なく、できるだけまさみさんに気を使うようにした。掃除も以前よりはやるようにして、身だしなみにも気をつけた。そうすれば、相手も少しは攻撃の手を緩めてくれると思ったからだ。ところが、それは見当違いだった。さつきとまさみさんの態度はエスカレートしていき、同居が始まってから1年経つ頃には、ほとんど暴言の域に達していた。近寄らないでくれる？臭いしキモいから。そうよ。さつきに匂いが移ったら大変なんだから、どこかに行きなさいよ。そんなことを言われ、俺は休日も家を追い出された。あてもなく近所をブラブラした後、河川敷に座りながら一人寂しく缶コーヒーをすするのが習慣になっていた。河川敷の近くにある公園を見ると、仲睦まじいカップルの姿が目に入った。まるで平穏だった頃の自分たちのようだ。どうしたらあの時の幸せが戻ってくるんだろう。さつきは本当に変わってしまった。いつの間にか弁当も作ってくれなくなり、昼休みはコンビニで買ったおにぎりやパンを食べていた。職場の人たちから、愛妻弁当はどうしたんですか？と聞かれた時、なんて答えたらいいのかと気まずい思いをした。どうにか幸せを取り戻したかったけど、まさみさんやさつきが俺にきつく当たる理由が思いつかない。まさみさんは本来ああいう性格なんだろうと諦めていたけど、さつきには元に戻ってほしかった。さつきが親であるまさみさんの味方をするのはわかる。でも、いくらなんでも限度を超えている。最初は、さつきはどうして変わってしまったのかと考えていたけど、そのうち、あれが本来のさつきなのではないかとさえ考えるようになった。昔の可愛かったさつきは、もういないのかと思うと、
悲しかった。いずれにせよ解決策が浮かばないまま、悶々とした日々が続いていた。そんな俺とは対照的に、まさみさんとさつきは仲良くやっていた。SNS も始めて、楽しい生活の様子をアップしているみたいだ。たまたま聞いた二人の会話によると、フォロワーもそこそこいるらしい。俺だけが完全にのけ者にされていた。家庭でのストレスが原因で、俺は職場でも気分が落ち込むことが増えた。朝から罵詈雑言を浴びせられ、家に帰ったら帰ったで、また暴言のオンパレードなのだ。就業時刻が迫るにつれて、心が重くなっていった。そんな気分で仕事をしていたものだから、ある日重大なミスをやらかしてしまった。取引先との会議をすっぽかしてしまったのだ。上司から大事な会議だからと言われていたんだけど、その時なぜかふと家庭のことを思い出してしまい、ぼんやりしていた。会議の日付を手帳に書いておくのを忘れ、そのままになっていた。会議当日、俺が一向にやってこないせいで取引先から電話がかかってきた。急いで集合場所に向かい謝罪をしたけど、相手はカンカンだった。御社との取引は考えさせてもらいます。とまで言われてしまった。その後、上司が何とか取り持ってくれたおかげでどうにかなったんだけど、こっぴどく叱られた。我が社の売り上げに関わる大事な会合だったんだぞ。それを忘れるなんてどういうことだ。申し訳ございませんでした。俺はひたすら頭を下げたけど、上層部にもこの一件は報告すると言われてしまった。何もないといいけどな。ところが、それから少しして、俺のそんな願いはあっさりと打ち砕かれた。人事異動で地方支社に転勤になったのだ。その支社は何か問題を起こした人間が行く場所として有名だった。給料も下がるらしい。上司ははっきりとは言わなかったけど、左遷だということは明白だった。家庭でもうまくいかないのに、仕事でもこんなことになるなんて。俺の気分はどん底にまで落ちた。しかも、このことをあの二人に報告しなくてはならないのだ。ただいるだけであれやこれやと言われるのに、左遷されたなんて言ったらどんなことになるのか。想像しただけでも嫌気がさした。ただいま。俺が帰宅しても誰も返事をしない。リビングに行くと二人はワイワイと楽しそうに話していた。だけど、俺の姿を見つけると途端にしかめっ面になった。何？ぼーっと突っ立ってないで、どっか行きなさいよ。邪魔なんだから。さつきの攻撃が始まった。はあ、言いたくないな。俺は早速気持ちが萎えてしまったけど、いずれは言わなければならないことだ。意を決して異動になることを話した。俺の話を聞き終えたさつきの反応は想像していた以上に冷たいものだった。私たち、離婚しましょう。離婚だなんて。突然飛び出した言葉に俺は動揺した。でも、さつきは容赦ない言葉を浴びせ続ける。田舎に住むなんて嫌よ。それに給料も下がるんでしょ？有名企業に就職していて、稼ぎもいいから結婚したのに。給料が少なくなったあんたと一緒にいる意味はないわ。金を稼ぐだけが取り柄みたいな人だったのに。それもできなくなったなんてね。まさみさんもうなずいて畳みかける。お金は大事だからね。給料が低い夫といる価値なんてないよ。それにしても、つくづくクズだとは思っていたけど、仕事までできないなんてね。離婚した方が、さつきのためだわ。あまりの言われように、俺はとても悲しい気分になった。俺の価値は、給料だけって言いたいのか。ショックが大きすぎて、何も言うことができず、泣き出したいとすら思った。それと同時に、幸せだった家庭を取り戻すのは、無理だと悟った。反論する気力もなくなっていた俺は、離婚を受け入れることにした。わかった。離婚しよう。こうして、俺たちの離婚はあっさりと決まった。5年にわたる辛い毎日にも終止符が打たれた。残念な終わり方になってしまったけど、これを機に、俺は気持ちを切り替えることにした。もう家庭の問題は解決したんだ。新天地で頑張ろう。吹っ切れた俺は、地方支社で仕事を頑張った。左遷された人のたまり場というイメージだったから最初は心配だったけど、幸いにも俺の部署の人たちは根はいい人ばかりだった。特に恵子さんという女性社員は俺に優しくしてくれた。わからないことがあったら言ってくださいね。と声をかけてくれて、質問にも丁寧に答えてくれた。作りすぎたからと弁当のおかずを分けてくれることもあった。休み時間に話している時に、住んでいるマンションも同じだということも分かった。俺も恵子さんに対して優しく接するようにはしていたけど、妻との一件があったから心の中では警戒していた。優しそうに見えても裏では何を考えているかわからないからな。
恵子さんは、近所の安いスーパーを教えましょうか？などと気を利かせていろいろと言ってくれたけど、世話になりすぎるのも良くないと思い、やんわりと断っていた。そんなある日、俺は恵子さんと一緒に取引先に訪問することになった。無事に商談は終わり、一安心して会社に帰っていた時だった。信号が青になったので横断歩道を渡ろうとした。危ない！恵子さんが叫ぶので何事かと思っていると、信号無視をした車が突っ込んでくるところだった。いきなりのことで体も動かない。ぶつかる！そう思った時、突然恵子さんがこっちに飛び込んできて、俺を突き飛ばした。俺は車との衝突を間一髪でかわせたけど、代わりに恵子さんが車にはねられてしまった。宙を舞い、地面に叩きつけられた恵子さんは動かない。急いで救急車を呼び、恵子さんは病院に搬送された。幸い、恵子さんはすぐに意識を取り戻した。全身打撲でしばらくは入院しないといけないそうだけど、命が助かって何よりだ。俺はお見舞いに行った時、恵子さんに助けてもらったお礼を言った。助けてくれてありがとうございました。でも代わりに恵子さんがこんなことになってしまって申し訳ないです。いえいえ、私が勝手にやったことですから。吉村さんが謝る必要はありません。後遺症も残らないそうですし、大丈夫ですよ。恵子さんはにっこり笑ってそう返してくれた。俺はこの出来事をきっかけに彼女に少しずつ心を許すようになった。命を懸けてまで助けてくれたんだから、俺に対する優しさも本物なんだろう。俺は恵子さんのお見舞いがてら徐々に身の上話をするようになった。元妻や姑からひどい仕打ちをされたこと、あの挙句仕事でもミスをして地方支社に来たことも話した。すると話を聞き終わった恵子さんは涙を流して泣き始めてしまった。どうしたんですか？辛い話ではあるけど、まさか泣いてしまうとは思わなくて、俺は慌てた。実は私もバツイチなんですが、元夫から暴力を振るわれていたんです。それを思い出してしまって。え、そうだったんですか？聞けば恵子さんの旦那さんも結婚当初は優しかったそうだ。ところがリストラされてからは酒に溺れるようになり、恵子さんにも殴る蹴るの暴行を加えるようになったんだという。離婚することができたものの、今でもあざが体に残っているとのことだ。おまけに俺と同じように家庭のストレスが仕事に支障をきたしてしまい、この地方支社に転勤してきたそうだ。俺は暴力こそ振るわれていないものの、幸せな家庭が壊れてしまう辛さはよく分かった。そうだったんですね。それはとても辛かったでしょう。はい。他の人に相談してもなかなか分かってくれないので、余計に傷ついたりしていました。でも、吉村さんに出会えてよかったです。俺も恵子さんという同じ境遇の人に会えて心が軽くなった。彼女が退院するまでの間、俺は足しげく病院に通い、恵子さんといろいろな話をした。そして退院前日、恵子さんから、吉村さんのことが好きです。付き合ってください。と言われた。俺もこの時には恵子さんに心をすっかり許していた。わかりました。お願いします。俺は二つ返事で答え、晴れてカップルになった。恵子さんと付き合うようになってからは、二人で地元の美味しいレストランで食事をしたり、隠れた名所に行ったりしてデートを重ねた。一人暮らしも気楽でいいと思っていたけど、隣に誰かがいる方がやっぱり幸せだな。楽しい日々がまた戻ってきたかのようで、生活にも張り合いが出た。離婚してから早くも3年が経とうとしていた頃だった。そんなある日、前にいた支社の同僚から電話がかかってきた。日頃から連絡を取り合う仲ではなかったから、どうしたんだろうと怪しみながら電話に出た。久しぶりだな。いきなりどうしたんだ？実はさ、最近 SNS で元夫を探しているっていう投稿がバズってるんだよ。その元夫っていうのがお前のことじゃないかと思ってさ。え？どうしてまた？妻の顔がちらついた。もし本当だとして、どういう風の吹き回しだ？俺は元同僚から教えてもらったアカウントを検索した。アカウントの名前はキラリ。話題になっている投稿には、助けて、別れた元夫を探しています。と書かれていて、元夫の特徴も載っていた。匿名アカウントだけど、
投稿者はさつきだと俺は確信した。元夫の特徴が完全に俺に一致するし、言葉遣いもさつきのものだった。何より過去の投稿に載っている写真には俺が撮らされたものがあった。だけどどうして今更探しているんだ？投稿を読んでみると、元夫にどうしても伝えたいことがあるんです。とのことだ。もしかして俺にしたことを反省していて、それを伝えたいのかな。俺は匿名アカウントを作ると、さつきの投稿に対して返信した。こんにちは。突然失礼します。私の知り合いにあなたの元夫ではないかと思われる人がいます。すると5分も経たないうちに俺のコメントに返信が来た。本当ですか？ぜひその人の情報を教えてください。いいですけど、なんで元旦那さんを探しているんでしょうか。理由は投稿に書いてある通りです。どうしても伝えたいことがあるんです。具体的には何を伝えたいんですか？するとさつきはガラリと口調を変えた。そんな細かいことなんてあんたに関係ないでしょ。いいからさっさと教えなさいよ。相手が思い通りにならないと分かると途端にこの態度だ。結局性格は変わっていなかったようだ。反省の気持ちがあると考えるのは的外れな気がした。だったら俺に伝えたいことって一体何だろう。ここでやりとりを終えることもできたけど、俺は気になって会話を続けることにした。いいえ、詳細を聞かせてもらえないと教えられません。個人情報を教えるのですから当然のことです。10分程度間があった。もう帰ってこないかなと思っていると長文の返信が来た。わかったわよ。言うわよ。もともと金のために結婚したのに、地方転勤で給料が下がったから離婚したの。当然でしょ？男なんていくらでもいるんだから。ダメになった奴はすぐに切ればいいのよ。それに、私は美人だからすぐに再婚できると思ったのよ。けど、いい男が全然現れなくて困ってたの。私一人で母親の生活も支えないといけないんだから大変なのよ。それで思い返してみたら、あの人は下手とはいえそこそこ給料もらってたのよ。だからまあ再婚してやってもいいかなと思って探してるの。なんだこの理由は。俺は怒りを通り越して呆れてしまった。俺は一体何だと思われているんだ。こんな都合よく扱われるなんてまっぴらごめんだ。これでいいでしょ？早く情報を教えなさい。さつきはなおも情報を欲しがっていたけど、俺は冷たく突き放した。そんなしょうもない理由なら情報は教えられません。だいたい本気で旦那さんを探しているのなら SNS で探したりせず探偵や警察に相談しますよね。親切心から教えてあげようと思ったのに時間の無駄でした。さようなら。俺はそれだけ書き込むとスマホの電源を切った。あの妻にようやく言い返すことができ、胸がスカッとするのを感じた。さつきと離婚したのは正解だったな。こんな最低な女と一緒にいてもストレスが溜まる一方だ。この件で人間はそんな簡単には変わらないということを思い知らされた。これ以上下手に関わったらこっちが巻き込まれて不幸になってしまう。それに俺には恵子さんという新しい恋人がいるんだ。彼女は心から俺を愛してくれている。それと同様に俺も恵子さんのことが好きだ。元妻のことをもう忘れて恵子さんとの愛を大事に育もうと思う。それが今の俺にとって一番の幸せだから。